世界一面白いアクション RPG を作る。これを人生のメインクエストに掲げております。はい、タカと申します。というわけで2024年ですね。明けましておめでとうございます。今日は今年の目標とかね、やりたいことに関して喋っていこうかなと思うんですが、2024年はね、やっぱり今年の前半に今作っているね、新生千葉の体験版をリリースしたいというところが第一目標になっております。一応今もね、旧千葉、このゲームの前身となってたものの体験版っていうのは、現状ね、Steam で遊べるように残してあるんですけど、それと同じページにね、この今作ってる新生千葉の方の体験版もね、アップロードし直すという形になると思うので、チェックしたいよっていう方はね、ぜひウィッシュリストとかに入れて登録しといてくれるとありがたいです。で、今作ってるね、新生千葉っていうのはもう旧千葉と比べてね、もうぶっちゃけ1から作り直してるんで、全然違うものになっております。今作はね、ちゃんとマップを探索するっていう要素、アクション RPG としてね、しっかり作っていこうということで、戦闘以外の部分にも力を入れてね、去年の5月頃からかな、作り始めたという経緯になっております。で、ぶっちゃけね、今年の何月にその体験版、新しい方の体験版出るんだっていう話なんですが、これに関してはね、やっぱり2人で作ってるっていうところもあるので、かなりね、予定前後する可能性があります。ので、一応ね、2024年の前半っていうめちゃくちゃふわっとした言い方をちょっとさせてもらってるんですが、そこに関してはご理解いただけるとありがたいです。なんですが、ぶっちゃけね、どれくらい今出来上がってるのかっていうところを、ちょっとね、この動画で分かりやすく皆さんに把握してもらおうかなということで、よくね、僕、ゲームとかプレイするときに、ワールドマップとかあるタイプのゲームだと、マップのね、開放具合、どれくらいのマップが明るくなってるかみたいなところを見て、ワールドマップの半分が開放されてるから、もう少なくとも4割ぐらいはこのゲーム攻略できてるんじゃないかなみたいな。マップの開放度でそのゲームの攻略度合いみたいなものを推し量ったりすることって結構あると思うんですけど、そういった意味でね、新生千葉の体験版に登場させる予定のステージですね、を俯瞰視点で見ながらね、どの辺まで今作れているのかっていうところを改めて振り返っていきたいと思います。というわけで、こちらが体験版でね、遊んでもらうステージの全貌となっております。結構ね、広いんですけど、大きく分けて、チュートリアルステージとファーストステージの2つに分かれております。この真ん中あたりにね、結構高さのある岩場があって、そこで前半後半区切られている感じなんですが、この岩場より前半部分に関してはチュートリアルステージとなっております。このステージをね、遊んでもらうことで、自然にね、ゲームの遊び方だったり、戦闘の仕方だったりっていうのを学んでもらえるようなものを目指しております。最終的にね、攻略していくとこの一番上の見晴らしのいいところにやってくるんですが、こちらではね、チュートリアルステージのボスが待ち受けております。こいつと戦うことで、チュートリアルエリアで学んだことのおさらいになるといったものを目指していますね。で、チュートリアルクリア後ですね、大きく下って、この辺りにね、大体出てくるんですけど、ここからファーストステージ、いよいよ一面がスタートという形になっています。一面がね、かなり広い面積を占めていて、こんな感じでずらーっと広がっておりまして、この川の向こう側とかもね、一面で攻略する部分に含まれています。で、なんといっても特徴的なのは遠くの方に見えてるね、韓流の貼り付けというランドマークですね、がそびえ立っているんですが、この一面ですね、大まかな構造自体はもうすでにがっちりと決まってますので、要所要所でね、韓流の貼り付けが見えて、見える角度が変わってきたりだとか、だんだん見える大きさがね、でかくなってきたりして、攻略の目標地点、あるいは攻略進捗のバロメーター的なね、役割を買ってくれてるかなと思います。大きなね、怪しく水色に光ってる石門があるんですけど、その前の、ここですね、が一面のボスエリアとなっております。こいつを倒して石門のところに行って、ここから2面がスタートという感じなんですが、このタイミングでね、体験版は終了という形で皆さんに遊んでもらおうと思っております。じゃあね、マップの構造自体は出来上がってるっていう話だったんですけど、じゃあその構造の中身に関して話していきたいと思います。中身っていうのは、その分かれ道をね、具体的にどこに配置するかとか、敵配置をどんな風に置いていくか、あるいは宝箱とかアイテムとかね、遮蔽物をこの辺に置いてとか、そういった細々とした実際にマップの中身、面白さの肝となる部分ですよね、をどういう風に詰めていってるのかっていうところなんですけど、チュートリアルステージに関してはね、攻略順路がね、分かりやすいっていうのもあるので、7割ぐらいはね、そういった中身の部分に関してもすでに構築済みという感じで、ファーストステージに関しては実際にね、プレイヤーが攻略していく順番でどんどんその中身を詰めていく作業をやってるんですけど、ファーストステージ序盤の平原エリア、広いね、のっぱら広がっているところがあるんですけど、この辺りまでね、そういった具体的な構造、配置をどうしていくかっていうところを決め終えてるという段階です。特にこの平原エリアはね、年末の動画とかでね、よくシチュエーションとしてね、登場してたかなと思います。ちょうどその頃に作業を進めてたっていう感じ
ですね。で、年明けまして、年始から着手してるのは、この平原エリアね、実は三つ股に道が分かれてるんですけど、これを左手側に進んでいった方ですね。こちらのエリアを年明けてからのね、作業で進めていってるという感じです。なんかこうね、高台から弓兵に狙撃されるようなシチュエーションがあったり、フィールドにね、最初から配置されてある地罰を自分が有利に使ったり、あるいは敵に使われてしまったり、なんていうようなシチュエーションを盛り込んでいこうかなと思ってます。プレイヤーの攻略順路だったり、一方通行の扉が置いてあったりとか、強敵とここで戦わせようかなみたいな。強敵を撃破した後なんかはしばらくね、静かに歩いていける。時間を確保させてあげたり、なんていったところをね、どんどん詰めていってる状態です。一応まだね、ファーストステージのほとんどの部分はそういった中身をね、実際に詰めていくというところがまだ未着手なので、結構時間はかかりそうな感じになっております。で、あとは戦闘面に関してなんですけど、現状ですね、これだけの数の敵を去年ね、作ったという形になってます。ここにあとプラスでね、ボスですね、が2体、チュートリアルボスと一面のボスが追加されるという形。これは最低限必要な実装という形ですね。ぶっちゃけね、この敵の数、種類だけでもね、一面とチュートリアルステージはもう全て賄えるかなとも思うんですけど、正直ね、まだ敵の数、種類は増やしていこうと思ってます。これに関しては完全にね、僕の好みというか、いろいろなシチュエーションでのね、バトルをやっぱ楽しみたいっていうのが、僕自身、ユーザーとしてのね、遊ぶ場合はそういう感覚があるんで、敵の種類に関してはまだまだ増やしていきたいなと思ってます。あとは戦闘のブラッシュアップっていうところですよね。ヒットストップだったり、エフェクト、それから SE とかね、そういった演出面のところもされることながら、敵の行動パターンの洗練だったり、特にボス的なんかはね、行動パターン、AI の部分がかなり重要になってきますよね。手応えのあるいい塩梅の難易度にね、持っていけるように。正直、この分野に関してはもう再現がないというか、いくらでもね、作業し続けようと思ったらできちゃうような分野になっているので、あと僕の性格的にもね、やっぱり戦闘はめちゃくちゃこだわりたいっていうのがどうしてもあるので、そこはちょっとね、やりすぎて他のところのね、スケジュールを奪ってしまわないようにね、注意しながら。あと、体験版に関してはね、もうある程度のところでね、戦闘こだわりたいところいっぱいあるけれども、ある程度のところでね、ざっくりと切り上げて、ちゃんとね、リリースして、で、皆さんの体験版のプレイフィールとかをね、コメント欄とかレビューとか、プレイ動画とか見てね、吸収していくっていうのが非常に大事になってくると思うので、その辺は注意してね、制作していきたいなと思います。というわけで、今年も1年ね、ガンガン動画で進捗報告しながら、このゲームね、作り上げていくので、お付き合いいただければなと思います。では、今回この辺で失礼します。お疲れ様でした。